皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。関数式を使い、限られた個数のデータを直線または曲線で結び、データのない箇所の値を推定する操作を補完と言います。これは他にも応用することができます。私は補完法を触媒反応の有効係数の計算に利用しました。今回は代表的な補完法であるラグランジュ補完についてお話しします。前述のように補完法では与えられたデータ点を線で結び、その変化を表しますが、これによく似た方法として最小二乗法があります。最小二乗法は関係する現象に対して未知のパラメータを含む数式モデルを構築し、その計算線が実験データに最も適合するようにパラメータを決定する方法です。この場合、実験データには一般的に誤差が含まれるため、計算線は図のように実験値を通りません。詳細は前の動画第8章 8-1、8-2 を視聴してください。一方、補完法における計算線はデータ点を通過するように設定されます。補完法にはラグランジュ補完、ニュートン補完、チェビシェフ補完、スプライン補完など多くの方法があります。この中でよく使われるのはラグランジュ補完とスプライン補完です。以下ではラグランジュ補完法に限定して話を進めます。N プラス1組のデータを1式で表された N 次関数で補完することを考えます。この場合、各データを1式へ代入し、N プラス1個の一次方程式を作ります。そしてこれを解けば式中のパラメータが決定され、式が完成します。しかしデータ組数が多くなればパラメータの計算は少々厄介になります。そこで1式に似た次の N 次関数を使い補完をより簡単に行います。この補完多項式を用いる方法をラグランジュ補完と言います。例として4組のデータについて補完式を示すと次のようになります。本式による計算値を見てみましょう。式中の x へ x2 を代入します。すると fx は y2 になります。これよりラグランジュの補完公式による計算値はデータ点を必ず通過する曲線になることがわかります。補完法の最も多い利用法は、補完で得られた式を使い、データ点のない場所における値を得ることです。また、得られた曲線の形状からデータの変化の傾向を知ることができます。しかしながら、補完曲線はいつでも正しい値、あるいは変化を与えるわけではありません。
曲線が大きく振動することがあります。以前、私は補完式による計算線がデータ点を必ず通過するという性質を利用し、ラグランジュの補完式を微分し、直行線点法における線点乗数の計算に用いたことがあります。これにより直行線点法の計算精度を飛躍的に増加させることができました。これについては後の動画で詳細にお話しします。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。